日本はまだ間に合うよと。そういう言葉は、チャーリー・カーク、日本に初めて、そして最後となってしまったんですが、残して出た言葉ですよね。まだ間に合う。日本大好きな外国人、アメリカ人として、遠くからアメリカから日本を見て、今の日本は間に合うのかなというちょっと心配のことについて今日お話をさせてください。いつもご視聴ありがとうございます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。年にだいたい3回、たまに4回ぐらい、1週間単位で日本に行くことがありますが、主にテキサス州、テキサスに、いますので、テキサス州からネットを見て、X を見て、インスタグラム見て、日本人の友達と話をして、日本の現状、日本国内で起きていることについて見て、すごい気になっちゃって言わせてもらってます。日本はあんまりにも急激にいろいろ変わりすぎちゃってます。もともと日本人口の中は 99. 何%で日本人の国にいきなり全世界からたった数年のうちに数十万人、何百万人の人かわかんないんですけど、を入れちゃうと問題にならないと思っている人がどんだけバカなのかということを、まず思うんだよね。頭が異常に悪いのか、もしくはやっぱり日本を壊したいことが本当にあるのか。日本国内からは日本を壊したい人。そしてもっと怖いのは上から今までの日本を潰して壊して新たな国をイメージしているグローバルレベルから見て動いてる人たちがいるのか。全部あると思いますよね。ありですよね。外国人による犯罪、ネットで見てる毎日のように性犯罪、強盗、交通事故、飲酒、運転など喧嘩だらけ。そして本当に今日もう我慢できなくなってきたのは今から流す動画です。No, no pasa nada, no pasa nada. Tampoco ha pasado nada, coño. Me ha hecho así, sí, 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 sí. うるさいって言ってんだろ、お前。but it's okay. Che, oye, che. Date quieto ya, Dios. Arriba un poco, tío. Stop, bro. Don't touch me, bro. Stop, che. Dios. Oye. Ya está, Dios. 迷惑外国人、日本の電車の中で、そしてその上で優先席に座ってライブ配信、大きな声でライブ配信中に日本人のおじさん、おじいちゃんに注意されたんですよね。注意されて、すみません、申し訳ないです。I'm sorry とかじゃなくて、立ち上がって向かって殴ったんだよね。殴られたら日本人のおじいちゃん。なぜ自分の国にゲストとして来た人に殴られなきゃいけないのか。なぜ舐められなきゃいけないのか、外国人に。なぜ難民としてどうぞ日本に入ってきてくださいって。で、入ってきた人たちがそのうちに、日本はこうだ、ああだ、日本はダメ、日本はこう変えなきゃいけない、こうしなきゃいけない。なんで感謝がないのか。なぜ日本人の一般の人はそれ我慢しなきゃいけないのか。わずかの一部の人たちのために、汚いお金のために、一般の日本人は30年前から給料変わってない。そのまま一生懸命働いて給料が変わらない。日本に今まで通りの日本でいきなり海外からわけわかんないような、もうあっちこちこち全世界から人がぐわーっと入ってきた。日本国内でもう物を作る国からいきなり観光立国の日本になった。その上で円がすごい安くなって、誰でもあっちからもどのところから来た人たちの中でも観光できて、そので難民申請して、いいですよ、どうぞって。誰がそれがいいと思ったのか。一般の日本人、愛国心のある日本人、そして今、レイシスト、ヘイトと言われっぱなしの一般の常識のある日本人は、なぜここまで舐められなきゃいけないのか。何のために
日本を壊すためしかないよ。これからの日本を良くするために、で、労働者が足りないから、人がいないから、人をあちこちから入れないと、今日本はやっていけないって言いながら、優しく聞こえる、ああいうファンタジーっぽい話の中から、今の日本人の生活、今の日本人の不労者、今の日本人仕事のない人たち、せいぜい移民が必要だとしても先に、こういうところを直すことは当たり前じゃないの？でもそうしないよね。なぜなぜかと分かるような気がする。アメリカも同じような流れがある。カリフォルニアみたいな過激なところに全く同じようなことがある。今の日本人は今までの日本人はほっといて何も言わないし、ね、もうこういうふうにもうなっちゃってるから、新しい人を入れれば、優しくしてあげれば、何でも合わせてあげれば、その人たちも有権者になるよね。有権者になると永遠に今の汚い政治家たち党は関係ないんだよ。昔にこっち党が保守だった。今はこの党がこうだ、ああだとか、みんな同じ。汚い。自分たちしか考えてない。愛国心のない。自分のこれからの日本のことよりもお金しか考えてない。汚い野郎が。その上に世界レベルからも日本に圧力があって、難民入れなきゃいけない。日本人は日本人だらけではよろしくないと、もっとマルチカルチャーもう取り入れなきゃダメ。そうじゃなくて、もうレイシストな国になるよ。もう全然よろしくないよとかって。本当？どっちかといえば、差別の話ってなると、一番差別されてるのは一般の日本人だと思います。普通に生活しようとしている。ルール通りで毎朝起きて、スーツ着て、ネクタイ着て、電車に乗って満員電車で、朝から晩まで真面目に働いて、同じ給料で30年間我慢してきた日本人が一番差別されてないでしょうか？されてます。毎日苦しいし、あれの中で自分たちの税金、お金を取られて、その金が今度、あっちこっちから来た日本に全く合わせようとしない。全く日本愛のない、全く関係ない、そのうちに日本を今度舐めちゃう、自分をやりたい放題になる人たちに、自分たちの税金がばらまかれちゃう。消える。海外から自分がもらってる円が安くなった。海外に行けない。じゃあ日本国内で少しでもゆっくりしたいなと思うときに、リゾート地、温泉地、こうだ、ああだ、どこでも混んでる。外国人がいっぱいいるんで、値段が高いからいけない。差別されてるのは誰？一般の日本人の国民。いつまでこれを許すの？少しずつもういろんなね、オンラインで見てる動画の中でひどいこといろいろあるの中で少しでもいいなと思う動画もあります。日本人が立ち上がってる。デモも起こしてる。冷静に。過激リベラル人たちと違って、冷静に暴力とか暴動を起こさないで声を上げてる人は見る姿あるから、もしかしたらまだ間に合うのかなと思いながら、今の日本の政府、もう遠くから見ると、何考えてるの？アフリカから人を入れよう。インドから人を入れよう。バングラデシュから人を入れよう。で、その入れた人たちが今度ね、犯罪を起こしたことに対して誰かが言おうとすると差別っていう言えない、起訴もされない人たちだらけで、日本人の警察もこの動画見てくださいよ。どこまで警察が完全に舐められてるよ。何してるの？どこまで舐められてやっと警察として、俺のイメージの警察、アメリカの警察、日本人から見るとびっくりするかもしれないんだけど、そこまでは我慢なんかはないぞ。ここまで我慢して自分は舐められて何もやらない、対応しない、何も動かないことってなると、結果的にはどうなると思う？ますやりたい放題、迷惑外国人、難民、不法移民、どの方でも、日本はもうやりたい放題。いくらでも何でもできるから。誰も何も言わないから、警察に捕まることはないから、追い出されることはないから、捕まっても起訴されるなんてはもう一切ないから。やりたい放題。日本は最高だな。もう俺も行きたいなって。1年、2年前に、一番アホの俺は名前も一度も言ったことない。
ナンバーワンバカな迷惑外国人、今韓国で逮捕されてるあのアホの時に言った。ますます悪くなるよ。良くなることありませんよ。この人が追い出されたから、ちょっと逮捕されたからって少し良くなることはないよって。みんな見ちゃって、何の結果がない。悪い目にあった人は一人もいない。日本にいて安く好きなことをやりたい放題はやる。外国人の連中入ってきて、日本人の女の子はどうなってるの？それも見たんだよ。ひどいよ。いつ変わるのか。まだ間に合うのか。ちょっと心配ですよ。早すぎる。急激すぎる。徐々にやるというやり方じゃなくて、一気に壊そうという。俺に言わせると、日本人は頭のいい国民の人たちが多い。国を愛している日本の文化を自分でリスペクトしている人たちがまだ、このうるさい大きい声でしつこいバカなやつよりまだまだ多いと信じたい。でもあまりにも関わりたくない。あまりにも人と喧嘩したくない。あまりにもでもね、もう気持ちわかるけど、遅いよ。関わらないと、立ち上がらないと、自分の国をリスペクトしろっていう自分から示さないと、舐められてるところ、舐められることはもうどんどん減ることじゃなくて、どんどん増える。これから選挙ですか？その選挙の結果はどうなるでしょうかね。今の話は良くなると思う？悪くなる可能性もありますよね。なので、国民として冷静に平和的に大きな声を上げて選挙に行って信用できる人たち、今までいた腐ってた人たちがいらないって、アメリカも同じ、使えない、信用できない。国はね、誰がいても信用してはダメって、甘い言葉と暗い場所、言葉がね、甘く聞こえるみんなの日本のコーダーだと言ってた。本当に日本のため？誰のため？自分のため？グローバリストのため？誰のために動いてるのか？もう今のうちだよ。チャーリー・カーク氏が素晴らしい方です。暗殺された後の影響力はすごいです。アメリカ国内。その風も日本に流れていくように、もう送りしたいと思ってます。もっと勇気持って、もっと気づいて、目を開いて、自分の周りは起きていること、自分の国はあっという間にどう変わってきたこと、それと何言われても、レイシスト、差別主義者とかと言って、もう関係ないよ。もう相手がその言葉を使いすぎ、自分の国を愛することに何の悪いこと一つもない。逆になぜ自分の国を愛しているから自分は差別されなきゃいけないの？このおじいちゃんの一言聞いてください。私はいつも言ってるんだけど、日本人として私より全然上手に、スマートにもう言ってます。聞いてください。こうなった原因ってわかる？国民もだけど政治家も官僚もマスコミも他なぜこんなになってるかわかる？原因は一つよ。国を愛してないから。ただ一つそれだけ。国の愛がないと何もない。何もない。何の悪いことはない。国を愛してない人たちに問題があります。日本愛がなければ出て行ってください。アメリカ愛がなければ自分の国の旗を上げてこうだだとかで叫んでアメリカを舐めながら言ったら帰りなさいって。日本はこういうのがないからこう生活できないというと、日本のという国が合わないかもしれない。他に数百国の国がいろいろあるから行ってみれば。ということに何の問題はないと思うよ。そういう考え方が。当たり前な考え方。そういう考え方のない人たちに問題があると私は思っております。この本にも書いたように、日本のアマゾンにあるんですが、日本は今のうちにもうやっぱりね、頑張らなきゃ、立ち上がって声上げて、自分の国を守らなきゃいい結果はないと心配しています。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本を買っていただいた方に感謝のメッセージをお送りしたいと思います。誠にありがとうございました。本まだ買われてない方は、本当に今日のお話のトピックに関連の話いろいろあるので、よろしかったら Amazon の方でぜひご購入ください。
スティーブ・テキシテンのオリジナルグッズも日本国内にもあるし、ウェブサイトを入れておきますので、よろしかったらステッカーでも T シャツでもキャップでもぜひ買ってみてください。すぐ発送させていただきます。アメリカ人なんですが、日本大好きです。今の日本、昔から見てきた日本、毎回日本にも行くたびに見る日本であんまりにも急激に変わってることが多いからこそ、これは結果的にもういい結果にならないことがもう見えてます。常識とか理想のある人だったら同じこと見えてるので、日本人の国民じゃない私は外から応援の声とこういうふうにお話しさせていただくことはあるんだけど、実際に日本の有権者じゃないし、アメリカ人なので、日本の国民、有権者を選挙に行く。責任を取らすこと、もう政治家をいい人を選ぶ。国の愛のちゃんとある人。お金で腐ってない人。腐ってなくても政府に入ってから腐る人もいるから。要注意。政府を信用してはいけません。しかし、同じぐらいかな、信用してはいけないのは、マスコミ。日本の報道局とか普通のテレビなどで流れていることはニュースではありません。フェアなオピニオンでもありません。片方からしか言ってない、お金で腐った政治家と組んだ日本愛のない放送だらけなので、他のところからも、スティーブ的視点はその中の一つ。YouTube にも、他のチャンネルもいっぱいあるんですが、YouTube 以外の X などのところでいろいろ見た方がいいと思いますよ。今まで日本のテレビを信用してきた年寄りの方がね、それしかなかった時代からずっと見てきた人たちが、これは正しい、本当はこれは正しいことが言ってるんだろうって信じてしまった人がいるんだけど、マジで信じてはダメ。他で見てください。他のところから情報収集してください。そして最終的に自分で判断してください。私との見方が違うかもしれないんだけど、テレビで報道されていることが正しくないことを頭に入れておいてください。信用してはダメ。という、ね、あんまり言いたくないけど、でも本当はそういう面で見ないと、騙される。日本人として舐められちゃってるんで、マスコミ、政治家、同じ日本人にも舐められてることがあることを理解した方がいいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いいたします。では次回まで、日々前進、前向きにサムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いします。では失礼します。